今日は曲にセリフを追加するメタタグ、スポークンワード、スポークンバースを解説するよ。曲の最中に突然普通の声で語り始める。そんな曲って J-POP でも時々あるよね。歌詞の一部を語りパートにする。今日解説するメタタグはそんな効果があるよ。スポークンワードは英語の意味通り、言葉を話すって指示になる。スポークンバースも英語の意味通り、話すパートって指示になるね。何が違うのって言われると、まずは実例を聞いてもらおうかな。このメタタグの使い方は簡単だよ。セリフにしたいパートの前に入れるだけ。今回は最初のコーラスとブリッジの間、1番のサビと C メロの間をセリフにしてみる。スタイルはダークアニメ、暗めのアニソンにしてみたよ。言葉だけ話すんだよ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。って言葉だけ話すんだよ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。どう言って言葉だけ話すんだよ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。って言葉だけ話すんだよ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌がな。スポークンワードとスポークンバース、とりあえず両方を聞き比べてもらったけど、この2種類のメタタグの違いはいろいろな実例を聞かないとわからないかな。スポークンワードは普通にセリフを話す。セリフを音楽に合わせないって感じかな。スポークンバースは音楽を考慮したセリフ。セリフを音楽に合わせる効果がある。具体的には性質の変化、エフェクト追加、セリフに間を空ける効果があるね。発動する効果は音楽ジャンルによって変わる。だから効果が分かりにくいし説明しにくい。そしてスポークンワードとスポークンバースは成功率にかなり差があるから厄介だよ。この2種類のメタタグは使っても指定部分が必ずセリフになるわけではない。スポークンワードの成功率は 80% くらい、スポークンバースの成功率は 50% くらいかな。成功率の高いのはスポークンワードだけど、スポークンバースの追加効果も魅力的なんだ。次はこのスポークンバースの追加効果を実例を聞いて確かめてもらおうかな。チルウェーブ、ボサノバ、デスメタル、差が出やすいジャンルで実例を聞いてみよう。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌がなくて歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が
ゃないんだ。今は話したいだけさ。歌う上はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。歌う気分じゃないんだ。今は話したいだけさ。歌声はちょっと休憩中、言葉が踊る時間さ。スポークンバースが持っているさまざまな効果、実例を聞いて分かってくれたと思う。あまり差を感じなかった人は成功率の高いスポークンワードだけを使えばいいと思う。スポークンバースに魅力を感じた人は低めの成功率を我慢して使うしかないね。まあ失敗の大半は歌っぽくなるだから、歌っぽくてもいいよって人は気軽に使えるね。最後に成功率について2点ほど補足説明をしておくよ。イントロ、つまり曲の最初の部分にこのメタタグを入れると成功率が激減する。曲の最初にセリフを入れたい場合はリプレイスセクションを使った方がいいかも。曲を生成した後に最初の30秒だけをリプレイスセクションで作り直すとうまくいくよ。もう一つは音楽ジャンルの問題。特定のスタイルでは成功率が激減する。何回生成してもセリフにならないときはそのスタイルでは無理だと思った方がいいよ。この問題を解消する方法はなくもない。スタイルにもスポークンワードを入れるんだ。スタイルのスポークンワードは歌のセリフ化を助ける働きがあるんだ。ただし歌全体がセリフっぽくなる。副作用が大きくて使いにくいけどね。朗読を意味するオーディオブックスタイルと合わせれば曲全体をセリフにもできるよ。まあスタイルのスポークンワードについてはまた別の動画で詳しく解説していくね。スタイルの方はセリフを作る効果よりもなぜかインストで真の力を発揮するんだ。それじゃまたね。